皆さん、こんにちは。レンのゆっくりポッドキャストへようこそ。ウェルカム。このポッドキャストでは簡単な日本語を話します。難しい日本語は使いません。簡単な日本語をゆっくり話します。ゆっくりね。ゆっくり話します。準備はいいですか？それでは始めましょう。はい。皆さん、元気ですか？僕はとても元気です。今日は天気がいいので、とても嬉しいです。嬉しい。昨日は雨が降っていたんですが、今日は晴れています。太陽が見えますね。天気がいいです。空が青いです。青い。天気がいいと、とても良い気分になりますよね。雨より晴れの方が好きです。皆さんはどんな天気が好きですか？雨？晴れ？曇り？雪？コメント欄で教えてください。今、僕はゆっくり日本語を話しているんですが、ゆっくり話すのって難しくないですか？ネイティブの言語をゆっくり話すのめちゃくちゃ難しいです。つい早く話してしまいます。特に日本人ってすごく早く話しますよね。早口です。たまに僕も理解できないことがあります。日本人でもわからない時もあるので安心してください。僕もたまに理解できないです。僕は今スペイン語を学んでいますが、スペイン語もすごい早いですよね。ネイティブのスペイン語は早すぎて全くわからないです。わからない。世界中の人がもっとゆっくり話してくれれば言語学習も楽なんですけどね。ところで、皆さんは何人ですか？僕は日本に生まれました。なので、僕は日本人です。日本人。アメリカで生まれればアメリカ人。ベトナムで生まれればベトナム人です。皆さんの生まれた国は大きいですか？それとも小さいですか？中国やアメリカ、カナダ、ロシアは大きい国ですよね。あれ？一番大きい国って何でしたっけ？うーんと、ロシアですかね。日本はアメリカやロシアより小さいですよね。でも、実はそこまで小さくはないんですよ。外国の人は
日本のことを小さい島だと思ってますが、実は意外と大きいです。ドイツやスウェーデンと同じくらいなんです。日本はとても細い国なので、小さく見えるんですよね。ちなみに、日本語ではアメリカというのはアメリカ合衆国のことです。US とも言うこともあります。他の言語ではアメリカっていうのはアメリカ大陸を意味するのですが、日本語では国のことを言います。アメリカ。なので、アメリカというのは大陸のことではなく国のことです。国。皆さんの好きな国は何ですか？僕はオーストラリアが大好きです。大学生の時にオーストラリアに行きました。パースという西にある町に行ったんですが、めちゃくちゃいい町でした。オーストラリアはすごい天気が良くて、海が綺麗でした。あと、ご飯も美味しかったですね。フィッシュ&チップスもたくさん食べました。あ、でも、フィッシュ&チップスってイギリスの料理ですよね。イギリス、わかりますか？ヨーロッパにある国です。イギリス。グレートブリテンとも言いますね。オーストラリアでは英語が話されているのもいいポイントですよね。オーストラリア人の方いますか？ Good day, Huru。オーストラリア大好き。僕はオーストラリア英語が好きなので、オーストラリアのスラングの本を買いました。スラングっていうのは、その国でしか使われない言葉、その国特有の言葉のことです。特に英語はたくさんの国で話されているので、スラングがとてもたくさんありますよね。ところで、オーストラリアとオーストリアってすごく似ていませんか？オーストラリアっていうのは、違う。オーストリアっていうのはヨーロッパにある国ですね。ドイツの隣にあります。首都はウィーンです。ウィーン。わかりますか？首都っていうのは、その国の中心の町のことです。日本の首都は東京。韓国の首都はソウルです。オーストリアの首都はウィーンです。ウィーン。オーストリアとオーストラリアってなんで名前が似ているんですかね？知ってる人いますか？
ヨーロッパに行ってみたいですね。ドイツでソーセージを食べたり、イタリアでピザを食べたり、スペインでパエリアを食べたいです。皆さん、ヨーロッパに行ったことはありますか？僕は行ったことがないです。行きたいなぁ。でも、ヨーロッパって物価が高いですよね。物価っていうのは物の値段のことです。ヨーロッパは物価が高いので、すべてのものが高いです。日本はヨーロッパと比べて物価が安いので、なかなかヨーロッパに旅行するのは難しいんですよね。逆にヨーロッパの人は日本に簡単に行けると思います。日本の物価は安いので、少ないお金で日本に旅行できます。あと、ヨーロッパって日本からすごく遠いので、飛行機代も高いんですよね。往復で15万円くらいです。往復っていうのは、行きと帰りの飛行機がセットになっていることです。往復で15万円もします。高いですね。でも、いつかヨーロッパに行きたいです。日本人ってドイツがすごい好きなんですよね。なんでですかね。車がかっこいいからですかね。車ね。BMW とか、ベンツとか、フォルクスワーゲンとかが有名ですよね。僕はドイツ語がとても好きです。発音がかっこいいです。なんか、おしゃれです。ドイツ語はとても難しいですが、いつかドイツ語もマスターしたいですね。今はとりあえずスペイン語に集中します。集中っていうのは一つのことを頑張ることです。集中ね。集中。皆さんはどうして日本語を勉強していますか？日本が好きだから？日本に住みたいから？日本語ってかなりマイナーな言語ですよね。そこまでメジャーではないと思います。スペイン語や英語、フランス語の方がメジャーでたくさんの人が勉強しています。ちなみに A というのはイギリスのことです。なぜかイギリスだけ A という漢字を使います。イギリス語ではなくて英語と言います。理由は
わかりません。皆さんはどうして日本語を勉強していますか？日本語を勉強する理由を教えてください。理由。なんで？みんな、まだ見てる？今日の動画はとても長くなりそうです。20分くらいになる予定です。20分。長いですね。20分間も外国語を聞くのって疲れますよね。疲れる。疲れたら休憩してくださいね。休憩っていうのは休むことです。疲れたら休んでくださいね。というか、まだ見てる人いますか？見てる？おーい、見てるかい？見てくれてありがとう。嬉しいです。高評価とチャンネル登録よろしく。僕の日本語遅すぎですか？ちょうどいい？もう少し早く話した方がいいかな。正直、どのくらいのスピードがいいかわからないんですよね。日本語を教えるのは難しいです。ちなみに僕は日本語の先生ではないです。日本語教師ではないです。教師っていうのは先生のことです。僕は日本語教師の資格を持っていません。なので、先生ではないんですよ。ただの日本人男性です。23歳の日本人です。でも、いつか日本語教師の資格を取りたいですね。正式な先生になりたいな。言語を教えるのって意外と難しいんですよ。自分にとって日本語は一番簡単な言語なので、何を教えればいいか、どんなスピードで話せばいいか、わからないんですよね。難しい。難しいですよね。むしろ、日本語はネイティブじゃない人の方が、日本語を教えるのがうまいと思います。学習者の視点で教えることができますから、日本語の教え方を勉強したいですね。視点という言葉の意味、わかりますか？視点っていうのは、どこから見るかということです。学習者視点の日本語っていうのは、学習者から見た日本語という意味です。はい。かなりの時間話しましたね。この動画何分くらいの動画になるんだろう。すごく長い
動画になりそうですね。まあでも、ポッドキャストって長いことが多いですよね。僕の好きなポッドキャストは最低1時間あります。少なくとも1時間。たまに3時間くらいのエピソードもあるんですよ。めちゃくちゃ長いですよね。僕のお気に入りのポッドキャストというのは、もちろん、ルークス・イングリッシュ・ポッドキャストです。前の動画でも言いましたよね。本当に面白いので、おすすめです。おすすめ。英語を勉強している人は、見てみてください。多分、世界で一番有名な英語のポッドキャストだと思います。世界一の英語ポッドキャストですね。いやー、かっこいいですね。世界一。僕も世界一の日本語ポッドキャストを作りたいですね。ナンバーワンになりたいですね。僕の夢です。夢。夢っていうのはやりたいことです。皆さんの夢は何ですか？ポッドキャストってみんな聞いていないんですけど、言語学習にとても効果的なんですよね。ポッドキャストは聞くだけなので、耳しか使いません。目は使わないので、他のことができるんですよね。ポッドキャストを聞きながら、いろんなことができます。例えば、散歩するとか、掃除するとか、皿を洗うとか、歯を磨くとか、外国語を聞きながら他のことができるので、とっても便利なんです。便利。皆さんも、ポッドキャスト聞いてみてください。世界が変わりますよ。世界が変わります。ポッドキャスト、最高。よーし。そろそろ終わりましょうか。動画が長くなってしまうので、この辺で終わろうと思います。動画が長すぎると、皆さん飽きてしまいますよね。それに、僕も少し疲れました。疲れたし、お腹も空きました。このポッドキャストが終わったら、ご飯を食べようと思います。マック行きたいな。マック行きたいですね。ジャンクフード食べたいです。はい。それでは今日の動画はこれで終わります。見てくれてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。